4パーバブルンだよ。バブルボブルシュガーダンジョンのプロデューサー岡です。ついにバブルボブルシュガーダンジョンが本日発売となりました。日本では Steam 版のみの発売となりますが、本日から遊ぶことができます。そして日本での Nintendo Switch 版、PlayStation 5版はもう少しお待ちいただくことになりますが、2026年の春に発売されることも決定いたしました。2026年はバブルボブルが1986年に誕生してから40年。ということで40周年イヤーにもなるよ。すごいね、バブル。じゃあもう40歳になっちゃうんだね。僕は永遠の10歳だけどね。本日から皆さんにも本作を遊んでいただけるということで、今回のプロデューサーレターでは私の実況プレイを通じてこれからゲームをプレイする人のお助けになるような情報やヒントをお伝えしていきたいと思っています。この動画は YouTube の字幕機能で英語、韓国語、中国語の字幕を表示できるよ。それ以外の言語にも自動翻訳できるから使ってみてね。それではミッションの説明になるんですけれども、重要なポイントがあるので少しゲームを触りながら解説させていただければなと思っています。ミッションの中にはスイーツダンジョン20階層へ到達しようというミッションがあるのですけれども、そこの部分でコツといいますか攻略方法が一つありますので、皆さんにお伝えできればと思っております。この到達という概念なんですけれども、もちろんクリアしても到達になるんですけれども、仮に例えばここで敵にやられてしまったとしても、ベストレコードとしては3回、要はやられても到達することになりますので、このミッションに関して言えば到達することが重要ですので、クリアしているしていない関係なくこちらはミッションクリアになりますので、ぜひこの辺覚えてやっていただけるとありがたいなと思っています。到達だから届けばいいんだね。無理してクリアしなくてもいいのは助かるね。それではここではどういうプレイがおすすめかを紹介できたらと思います。まず本作のメインであるダンジョン、キャッスルを両方遊んでいただければなと思っております。どちらかを楽しみたいという気持ちもわかるのですが、双方を遊ぶことで双方がより遊べるような設計になっておりますので、ぜひ皆様もトライしていただければなと思っています。なるほど。そうだったんだ。こちら例えばなんですけれども、ミッションに来ていただきましてスイーツダンジョンの20層へ到達するですとか、スイーツキャッスルの大宝箱を1つ獲得するといったミッションがあります。こちら丸ボタンを押すことで中を見ることができるんですけれども、スイーツダンジョンの20層へ到達するっていうミッションをクリアしますと、スイーツキャッスルのルートが開放されたりですとか、スイーツキャッスルの大宝箱を1つ獲得することによってスイーツダンジョンの深度がプラス10されるっていったことが起こります。ですので両方とも遊んでいただくことでスイーツダンジョンをより深く進むことができますし、ダンジョンを進めていただくことでキャッスルのルートが開放されて、よりキャッスルを楽しみいただけるような設計になっておりますので、まずこちらのところを進めていただけると、よりバブルボブルシュガーダンジョンの世界を楽しむことができるといった内容になっております。なるべく奥を目指していくのがいいんだね。また皆様が気になっている能力の解放ですとかスキルの解放というのも、こちらのミッションが非常にキーとなっておりますので、まずこちらを目標に遊んでいただけるとゲームもよりパワーアップして楽しんでいただけるのではないかと考えておりますので、ぜひこの2つ注意しながら進めていただけますと幸いです。もし行き詰まったらミッションのクリアを目指せばいいんだね。ただダンジョンに関して言えば奥へ進むほど難しくなってきますので、スキップ空編がおすすめになります。一回ちょっと使ってみましょう。ダンジョンの階層をスキップできるアイテムだったね。スキップ空編はウールンのカフェテリアで
手に入れることができます。こちらも条件があって開放しないといけませんが、ぜひ探してこちら開放していきましょう。スキップクーヘンが開放される、もしくは使える状況になりましたら、こちらで交換していきましょう。難しいステージが出てきた時にはクリアしたことになって次へ進んでいくので、非常に有効なアイテムになります。今画面のように材料で交換することもできますし、コンペイトーからも交換することができます。ですので、皆さんの交換しやすい方で交換していって、ぜひこちらのスキップクーヘン使っていってみていただければなと思っています。それでは一回、私なりの攻略方法をご覧いただければなと思います。お願いします。おすすめのやり方は、まず、スキルスロットの方にはスキルを選択していただいて、ポーチの中身の方にスキップクーヘンを固めていただくといった形になります。そもそもスキップクーヘンはこういう風に持ち運びはできないので、このポーチの中に持って運んでいく形になります。それでは実際ちょっとプレイをしていきましょう。ではダンジョンを進めていきながら、仮に難しいステージが出てきた場合ですね。このステージ難しい、ちょっとクリアできそうもないって思った時には、こちら、持ち物からスキップクーヘンを使います。使い方は、ここの右下に出ているように X で使うっていうことができますので、X ボタンを押すと、このような形で進むことができます。めっちゃ便利だね。ですので私の場合は、もうある程度進んでいって、やっぱここ難しそうとか、やばってなった時には、もうここで持ち物で遠慮なくスキップクーヘンを使ってどんどん階層を重ねていくというところをやっています。ですので皆さんも今実際に進める階層のスキップクーヘンのものと目指している階層を合わせながら、ぜひ計算しながらスキップクーヘンの使いどころを考えてみるのもいいかもしれません。スキップクーヘンの残数と使いどころが到達ミッションクリアのポイントだね。ダンジョンを遊ぶ際に宝箱を集めることを目的としたプレイングをするのであれば、このドーナツを持っていくと非常にいいです。こちらのチョコドーナツは獲得した宝箱の4分の1プラス1個持ち帰れることになるので、この辺を買ってダンジョンに潜っていけれるといいです。ドーナツはもう1個あれば十分なので1個持っていきましょう。私は今スイーツダンジョンの21階層にいまして、宝箱もこのように3つ持っています。この宝箱はそれぞれ5階ですとか12階とか21階で取った宝箱になっています。これでもう一旦脱出しようかなと思っているので、こちらで脱出していきます。で、この階層で手に入れた宝箱なんですけど、一見同じように見えるんですけれども、やはり深い階層で手に入れた宝箱の方がいい材料を手にすることができるので、一回見てみましょ冒険の成果だね。見たい見たい。さあ、どんなアイテムが、材料が手に入るでしょうか。宝箱を開ける瞬間はワクワクするね。で、このようにドーナツで2個、トレジャー型で1個で合計3つ持って帰ることができています。おー、すごい。このように宝箱が開けると様々な材料が出てきます。で、上の宝箱が初めの方で手に入る材料になるんですけれども、下の方に行けば行くほど初めの方では手に入らない材料を入手することができます。こちらで様々なアイテムとさらにまた交換することができますので、ダンジョンより深く潜って宝箱を集めていただければなと思っています。アイテムと能力をパワーアップさせてダンジョンの奥の奥まで冒険するぞー。それでは続いて私がどれだけ潜れるかを一回トライしてみたいなと思います。岡さん頑張れ。ぜひ皆さんに少しでもね、多くのステージを見ていただき、皆さんの攻略に役立てていただければなと思います。よいしょ。
ちなみに細かい攻略になるんですけれども、敵を倒している時には少しタイムも止まるので、敵を倒しながら進めると一番カウントは、このスカルゲージですね、のカウントは稼いでいけるのかなと思うので、出てこなくて済むのかなと思うので、その辺もこう戦略ですけれども、倒しながら進むのか、それとも無視して進むのかを考えながら遊んでもらえるといいのではないかなと思います。基本的に僕のプレイスタイルとしては、もう敵はほぼガン無視で行く形でやっています。私のおすすめは敵をまとめて倒すことで、このように一気に倒すとスカルモンスターのカウントも一気に回復しますので、敵をまとめて倒すそうな時は当然まとめて倒すんですけれども、その辺が難しい場合にはもう無視して先に進むようなプレイングを基本的には行っています。ウォーターバブル来た。また正直ランダムダンジョンですので、ステージの運も多少はあります。ですので今2回連続ですごく敵を倒しやすいスキルバブルのあるステージが選出されているので、この辺はもう僕の持っている日頃の行いのなせる技でこうなったかなと思います。また岡さんったら。で敵もある程度倒していかないとやはり不意にやられることも多いので、その辺の部分も注意して進みましょう。で皆さんのプレイしている最初の形ですと、このスカルカウントが、100とかで始まってると思うんですけど、こちらもレベルを上げることで増やすことが可能です。ですのでぜひミッションを開放していってレベルを上げて、よりクリアしやすい環境っていうのをご自身で作っていきましょう。でこのボスとのバトルなんですけれども、スカルカウントがこちらは止まりますし、たとえ出ている状態でもスカルモンスターは出てこないので、きちんとしっかりとボス戦プレイすることができます。なのでこの辺は、休憩っていうわけではないんですけれども、ボス戦自信がある方はこちらをチョイスしていただけると1ステージ丸々カウントが進まなくて済むので、ある種お得な形になるかなと思っています。ボスと戦うかボス戦を避けるか、奥まで行ったら迷いそうだね。僕これ苦手なんでスキップしちゃいます。こういう風にやはり斜めの敵っていうのはなかなか強敵なので、自分と予測とは違う動きするので、ここやばいと思ったらもうスキップ偶変使ってしまいましょう。でそうすると私の場合は11から15に飛ぶことができます。ここは落下の腕の見せ所ですね。あと下にも敵がいるので、その辺の部分しっかり見ながら落ちていきましょう。でこのようにもう敵を無視してクリアしても全然問題ないので、下手に倒しに行くよりは先にクリアを目指してしまった方がいいかなと思います。これもラッキーですね。ボーナス扉があるので、ぜひここは入りたいところですね。で敵の動きに注意しつつ宝箱も取りたいですが、ちょっと私は無視をしていきます。ここは階層を稼ぐ時にはちょっと宝箱も諦めることもちょっと検討に入れた方が良いかなと思います。そうですね。ですので私のプレイングとしては結構宝箱を取りに行く時は宝箱を取るモードで、モードというか自分のあれですね、選択肢として遊ぶと、今エクスデントが揃いましたね。これエクスデントが揃うともう敵全部いなくなるので、で無敵にもなるし、めちゃめちゃいいタイミングになります。ここちょっとなかなか狙うの難しいですけれども、出てきたらもうラッキーですね。岡さん、このタイミングでエクステンドってすごい。やっぱり日頃の行いの結果なのかな。で先ほどちょっとお伝えしようとしていたところなんですけれども、ダンジョンを潜るときには当然階層も稼ぎたいし、アイテムも手に入れたいしという2つの軸があるかと思うんですけれども、プレイする際にはどちらかに絞っていった方が基本的には遊びやすいかなと、攻略しやすいかなと思っています。ですので皆様も遊ぶ際には、今回は階層をクリアしよう、今回はちょっと宝箱を多めに集めようというプレイングをしてもらえると非常にいいのではないかなと思います。今油断したからやられちゃいましたね。今回の私のところでは21回が、今回プレイのところの限界になっていたところになります。ちょっとの油断でやられちゃうから緊張感ありそう。紹介してくれたアイテムを駆使してみんなも頑張って攻略してね。
いかがだったでしょうか？今回の動画の内容が皆さんのプレイのヒントになればと思っています。前回のプロデューサーレターボリューム4でもスキルやアイテム紹介の動画も参考になると思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。まだ購入してない、面白そうって思ってくれた人は、ぜひ実際に買って遊んでみてもらえると嬉しいな。僕と一緒にシュガーダンジョンの世界を冒険しようね。バブルボブルシュガーダンジョンのゲームに加えて、サウンドトラックとアートブックがついてくるデジタルデラックスエディションもございます。ダウンロード版を購入される方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。ゲームの世界をより深く楽しめると思うよ。最後まで見ていただいた皆様、ありがとうございました。今後のバブルボブルシリーズや僕の活躍の最新情報は、これからもバブルンチャンネルやいろんな僕の SNS で伝えていくから、チャンネル登録やフォローよろしくね。それじゃあまたね。はよんぱー